ようこそハウスでありーべ。あれ、俺はいつの間に。どうぞこちらへおかけください。あなたは今どうにもできない思いを抱えていらっしゃるはずです。ちょっとお話をしていきませんか？何か解決の糸口を見つけ出せるかもしれません。そうして占い師に促された秋高は、最近彼の身に降りかかった一連の出来事を語り出す。私には結婚を前提に付き合っている女性がいました。でも急に彼女はいなくなってしまったのです。それは何か原因があったのですか？私には心当たりがありません。彼女とはネットのチャットで知り合いました。話しやすく価値観の合う彼女とはきっとうまくやっていけると思ったのです。そしてチャットを始めてから1ヶ月くらい経った時に、これからは結婚を前提にお付き合いしたいと言ってくれたのです。それで交際を始めることにしました。でも実際に彩香と会ったのは数回だけ。ほとんどが LINE のやり取りでした。 LINE の内容は彼女の持病の話で、腫瘍が見つかり入院手術の必要があるということだった。画面の向こうで泣く彩香を見ながら、彼は返す言葉も見つからず戸惑った。ご両親はさぞ驚かれたよね。両親はいなくて、今はおじいちゃんとおばあちゃんの3人で生活しているの。おじいちゃんたちは年金生活だから家計はギリギリで、私も社会人になって間がないから、これから入院とか手術ができるのかなって心配になってきて。それってお金がなくて手術ができないってことかい？恥ずかしいけどそうなの。おじいちゃんも何とかしようって頑張ってくれてるけど、どこも雇ってくれないし、おばあちゃんは何もしてあげられなくてごめんねって泣きながら謝ってた。このままじゃ手術ができないから、もう諦めるしかないかなって。秋高は彩香の家庭の実情など分かるわけがなかった。しかしこの時の彼に泣いている彩香を疑えるはずもなかったのだ。分かった、俺が何とかする。だから諦めるな彩香。俺と幸せになるって約束したよな。うん、ありがとう。ごめんね。今は頼れるの秋高しかいないから。こうして秋高は彩香から教えてもらった銀行の口座に翌日10万円を振り込むのであった。結果はどうだった？やっぱり腫瘍はひどくなってるみたい。今週から入院をして、来月手術だけど受けたいと思う。だって秋高のおかげで私も生きていいんだなって初めて思えたから。でも費用が問題で、お医者様には家の事情を話してできるだけ安く済むように考えてもらってるんだけど、それでもかかるものはかかるって。いくらぐらい必要なの？50万かな。この金額はさすがに無理だよね。秋高に迷惑をかけるぐらいだったら、やっぱり私手術は受けない。明日お医者さんに手術は受けないって言ってくる。分かった、50万だよね。明日振り込んでおくよ。だから手術を受けないとか言うなよ。ごめん、いつもこうで。それを最後に彩香はビデオ通話に応じなくなり、2人の意思疎通は LINE のみとなった。手術は成功したという連絡を受け取ったものの、その後も抗がん剤や度重なる定期検診が行われるたびに、秋高は彩香の代わりに医療費を支払い続けなければならなかった。もちろんこの状態に秋高が彼女に対して疑問を持つこともあった。しかしもし本当に彼女が病に苦しんでいるとするなら、それを救えるのは自分しかいないと彼は思ってしまったのである。疑うことで彩香を失ってしまうリスクを秋高は犯せなかったのだ。それだけ彼は彼女を愛していたのである。その後、久しぶりに彩香から電話がかかってきた時、秋高はすぐさま飛びついた。秋高、本当にいつもありがとう。抗がん剤の治療もあと1回で終わるよ。本当に迷惑かけちゃったね。ごめん。とにかくよかった。いよいよ退院か。長かったな。退院後はおじいさまとおばあさまに挨拶に行ってもいいかい？俺たちそろそろ正式に結婚を考えてもいい時期だと思うし。そうだよね。分かった。今おじいちゃんは仕事探しで忙しいからスケジュール聞いてみるね。ところで秋高は経済的に大丈夫？
私のために無理させちゃったから心配で。正直厳しい。手術の費用の工面にローンを組んだからね。本当に私のためにごめんね。絶対に働いて返すから。それが彼女との最後のやり取りです。その後も LINE で連絡を取ろうと思ったんです。けれども既読がついても返事は来なくなってしまって。それであなたの方は？芳しい状況とは言えません。ローン返済が大変で、時々私の家に取り立てがやってきます。だから家に帰る時も待ち伏せされていないかビクビクしているんです。それはお気の毒に。わかりました。それではあなたが少しでも幸せを感じられるような方法を探ってみましょう。占い師は水晶玉に手をかざし、それからゆっくりとうなずきながら言った。あなたに必要なものが見えました。こちらが今のあなたに最適なアクセサリーです。さあ、このブレスレットを差し上げましょう。ありがとうございます。いくらお支払いすればよろしいでしょうか？いただかなくても結構です。私の方からお話をお聞きしましたし、あなたの今の状況を考えると、とてもお金はいただけません。お代はすでにいただきました。お金には変えられない。あなたの経験した思い出、記憶。それはとてもありがたいお心遣いです。ちなみにこれはどういうことに聞くのでしょう？あなたのお悩みを解決する助けとなってくれるでしょう。しかし、一度身につけたらこのブレスレットは決して外さないようにしてくださいね。それだけ守っていただければ、アクセサリーはしっかりと効果を発揮してくれるはずです。わかりました。そのようにします。今日はありがとうございました。いいえ、とんでもない。ではどうか、あなたに幸せが訪れますように。こうして秋高はブレスレットをつけて家へ帰ることにした。Haus der Liebe。すっかり日が沈み、暗闇の中、細く頼りない街灯が一本だけ、うっすらとした光を道に投げかけていた。いつも通りの近所の道である。しかしその日はいつもと違ったことがあった。なんと家の前で彼を待つ女性がいたのである。秋高、綾香か。秋高、ごめん。私連絡を取らなくて。そんなことよりとりあえず中に入れよ。何もないけどな。やだ。テレビも冷蔵庫も家具だってないじゃない。あなた、もしかして。うん、実は恥ずかしいけどな。信じられない。綾香がそばにいるこれはブレスレットの効果なのか？何か言った？いや、なんでも。インターホンの音に条件反射でハッとする秋高。綾香を迎え入れていたため玄関には鍵をかけ忘れてしまった。その結果、訪問者は躊躇することなく家へ乗り込んでくる。柄の悪い男はせせら笑うような調子で秋高に語りかける。こんばんは。今日はいらっしゃるようで。金田さん、秋高、この人ってもしかして。秋高さん、私どものところから借りた金の返済、もう3ヶ月滞納してますよね。返すとおっしゃってはいますがね、いつになったら返してもらえるんですか？どうもすみません。なんとかしてお返ししますので。なんとかしてってもうそういう段階じゃないでしょう。3ヶ月ですよ、3ヶ月。私どもとしてもこれ以上は待てないんですよ。こっちら仕事なんですから。何か家の中に返済に充てられるものがあるのでは？何もありません。ほら、見ての通り。おや、あなたの手首にあるじゃないですか、そのブレスレット。なかなか良さげな代物だ。いえ、これはとても大切なものなんです。借りたものを返すのが礼儀では？そちらを返済に充ててくださいよ。やめてくれ。俺にも幸せになる権利はある。行こう、綾香。逃げるんだ。秋高は綾香の腕を取り、金田の横を抜けて外へ飛び出した。何か考えがあったわけではない。準備していたわけでもない。財布も携帯も家に残したままで、あるのはただ腕につけたブレスレットだけだが、それでも彼の顔には会心の笑みが浮かんでいた。愛する人の手を握っている秋高にとってはそれだけで十分だったから。そんな彼の背中に金田が叫ぶ声が響いていた。秋高は何も怖くなかった。全部くれてやると叫んでもいいと思ったくらいである。彼は走り、
街の暗闇に消えていった。追っ手の及ばぬ遠い場所を目指して。そして3ヶ月後、秋高はなおも変わらず幸せに暮らしていた。小さな橋の下の日陰にある段ボール製の家が今の彼の住居である。日雇いの仕事で金を稼ぎ、仕事がない時は町中のゴミ箱を漁る。家だって食料だって準備するのは2人分だ。彼のそばにはいつも彩香がいるから、今日も汗まみれになって帰ってきた秋高を彩香は笑顔で出迎えてくれる。ただいま。今日もめちゃくちゃ暑かったね。はい、これ今日の夕ご飯。彩香、幕の内弁当が好きだったよね。暑い中お疲れ様。お弁当嬉しいわ。幕の内なんて久しぶり。秋高はにこりと笑って弁当を向こうへ突き出す。だがそこにはぽっかりと穴の開いたような暗闇があるだけ。喜ぶ彩香が見えるのはブレスレットをつけた彼だけである。彼はあの日からずっと幻を見ているのだ。誰にも気づかれず、誰にも邪魔されない幸せな幻を。人の親切心につけ込む女に騙された優しい男。優しさは徳の一つ。しかしそれがいつもいい方向へ働くとは限らない。秋高、お前はそれが優しさだという理由で彩香に抱いた疑念に切り込もうとしなかった。彩香の言葉が真実か調べようと思えば調べられたはずだ。それを最後まで避けたのは優しさではなく怠慢であろう。疑いを持ったならその疑問を打ち明けて解消していく。それこそが信頼を築くということ。お前は道を誤ったのだ。だがあくまでアクセサリーはお前を幸福にしてくれることだろう。真実から逃げ惑う開けない事実の中で。ブレスレットの天然石、ダイオプサイド、石言葉は信頼である。幻の世界で生きる彼が本当の信頼を築くことはもうないだろう。